不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。これは埼玉県のある町の100均であったお話です。お話をくれた方を仮に兵道さんとお呼びしますが、今から7、8年ぐらい前にあった不可思議な体験談です。100均といえばもう今や誰でも利用するとても便利なお店ですよね。兵道さんもちょっとした日常で必要なものがあると100均に探しに行きました。さて、それは春の日差しが眩しい暖かい季節でした。その日、兵道さんは自宅からやや遠い有名な全国チェーンのスーパーマーケット内にある100円均一のお店に寄ることにしました。実はそのスーパーの入る建物の2階のフロアすべてがその100均のお店でした。ですから品揃えはかなりのレベルで、大概必要な品物が手に入ったということでした。兵道さんが街道の交差点から車で駐車場に入り、早速その建物の中に入ると、いろいろな人たちが思い思いの買い物をしていました。入り口付近の宝くじ売り場にも春の宝くじを買いに人が列を作っていたそうです。そこで兵道さんは2階にある100均のお店に入り、目的の品物を選んでいました。店内は開店直後だったせいか、さほど混んではいなかったので、兵道さんはスムーズに店内を動くことができ、周囲を気にせずに品定めもできました。当時はまだペイペイなどの使える頃ではなかったので、会計は現金払いで列ができていました。そこで兵道さんは目的の品物を持ってその列の最後尾に並んだそうです。そして順番を待っていると、お店の中に妙に目につく女性客が一人入ってきました。兵道さんはその女性の姿を見て少しぎょっとしました。女性は背が高く、年の頃で20代半ば、服装は春の暖かな季節には不自然なドデラを羽織り、ロングスカートに耳当て付きのニット帽を深々とかぶっていました。そして服装が真冬の格好なのも違和感がありましたが、その足取りも不自然にふらふらとしていて、幽霊のように生気が乏しく、挙動不審だったので、兵道さん以外の人たちの目も引いていました。するとまるでこちらの考えが伝わったかのように、その奇妙ななりのどてらの女性は、ふらりふらりと兵道さんの並んでいる列のところに近づいてきました。兵道さんは、こっち来る、やだなと一瞬思い、一緒に並んでいる初老の男性や子連れの女性を見ると、やはり同じようにそのどてらの女性を見てぎょっとした表情をしていました。ところがその後が気持ち悪かったそうです。最初は横入りするつもりなのかとも思ったのですが、その女性は列に並ぶ人たちに一人一人近づいて、顔を見るとニヤニヤと薄気味悪い笑みを浮かべて通り過ぎていきました。まるで一人一人品定めをしているかのようで、そしてふらふらとだんだん兵道さんのところに近づいてきました。自分もこの女に顔を見られてニヤニヤされるのかと兵道さんは不愉快に思いました。そしてどてらの女性は兵道さんの前まで来てピタッと足を止めたそうです。兵道さんは思わぬ展開に驚いていると、突然その女性は右側に自分の顔を傾けてじっと兵道さんを見つめながら、1000万円払うので自分を殺してくれ、そうつぶやきました。兵道さんははーっとなり、思いもかけない言葉に今日疲れ絶句しました。でもその時は女性はにやりともせず、能面のように無表情でした。
するとどてらの女性はいきなり後ずさりをしてふらふらと百均の店から出て行きました。はっとすぐに我に返った兵藤さんは慌ててレジに品物を預けると、陳列をしていた百均の店員に今あったことをざっと説明したそうです。店員もこれは放置できないことだと判断し、兵藤さんと2人の店員とですぐどてらを羽織った女性を追跡しました。こんな暖かい季節に不似合いなどてらを着ていますから、女性を見失うことはありませんでした。このスーパーの建物は L 字型になっており、店内の出入り口は L 字の長い方にあたるその端に2つあり、また L 字の短い部分には出入り口はなく、一番奥のところは鮮魚やお惣菜を作る厨房になっています。どてらの女性はその L 字の短い方を歩いていました。そうこうするうちに知らせを受けたガードマンも駆けつけて店員たちの追跡に加わったそうです。でも女性の歩く足の速さに兵藤さんも店員たちやガードマンも少し驚きました。人混みのせいもありますが、大の男たちが追いつくことができないのです。女性はまるで何かに乗っているかのようなスピードで歩いていました。兵藤さんはその様子を見て、ふと何かがおかしいと感じていたそうです。そしてその女性は変わらずに厨房エリアに向かって他の買い物客をかわしながら進んでいました。すると一人の店員が、あ、閉めた、あの先には行けないぞと言いました。それは建物の構造上、確かにそうでした。店員たちの話では、この先の厨房エリアは一般客は立ち入り禁止でした。そして厨房の奥は更衣室と待機室になるため、先には出口はなく進めないというのです。あのどてらの女性は逃げ場を失い、袋のネズミだということでした。そしてみんなが追跡する中、その女性は平然として厨房の脇にあるドアから従業員待機室の中にスーッと入っていきました。その様子を兵藤さんも含む全員が目撃しました。よし、これで捕らえられるという感じで、まず店員たちとガードマンが厨房脇のそのドアから中に入りました。そして駆けつけたスーパーの店長もその後に続いて中に入っていきました。そこで兵藤さんは一部始終を見届けてやろうと思い、厨房脇のドアの隙間から中の様子を見ていました。するとその厨房の奥はなるほど従業員待機室になっているのが分かりました。それは6畳の狭い畳の部屋だったそうです。しばらくしてスーパーの店長とガードマンが首をかしげながら奥の部屋から出てきました。そして兵藤さんと目が合うと、従業員待機室には誰もいなかったと顔を曇らせポロッと言いました。兵藤さんは、いなかったってどういう意味だとわけが分かりませんでした。彼らもわけが分からないという顔をして、いや、とにかく奥には誰もいなかったんだよと言いました。奥のその部屋には人が隠れるようなところがないシンプルな6畳間で、普通の腰高の窓はなく天窓が一つあるだけだそうです。もしどてらの女性が部屋から逃げようとしたら、あの服装でその天窓によじ登ってめったに開けない固い鍵を開けて逃げるしかありませんが、天井にははしごでもなければ届きません。ましてやこんな短時間にその離れ技をやってのけることも不可能です。つまり女性はその部屋から忽然と消え失せたということなのです。その場の全員が
そんなバカな女はどこ行ったんだと狐につままれたようになってしまいました。でも間違いなく奥の部屋にあのドテラの女性が入っていくのを追跡した全員が見ているのです。あまりに不可解だったので兵藤さんは思わず人違いかと思いましたが、間違った人を追跡していたとしても部屋に入ったことは確かです。つまり女性が誰であれ消えてしまったということなのです。さて、その後事件性は全くありませんでしたが、兵藤さんたちの話は一応巡回に来た警察官にも報告しておきました。その時他にもドテラの女性を目撃した百均店内の人たちが女性の様子を報告したということでした。兵藤さんは一体あの女性は何者だったのか、どこに消えてしまったのか、1000万円払うので自分を殺してというのはどういう意味だったのか、そしてどうしてたくさんいた人の中から自分にそれを聞いてきたのか、などなど謎の多い不可解な出来事だったと言っていました。その後兵藤さんは気持ちが悪かったのでしばらくその百均には行かないようにしたということでした。こういった原因も分からず忽然と消えてしまう人がいますが、その正体は果たして生きている人間なのでしょうか。ちゃんと実体があるので、もし人間でなければ何なのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。